ワールドウォー2ギアックにようこそ。このチャンネルでは第二次世界大戦をテーマに兵器や戦術、兵士や戦場の姿についてリスナーの皆様に正確で分かりやすくご紹介していきます。今回はですね、旧日本軍が使った地雷、それからブービートラップ、そしてそれに備えるために米軍が準備したちょっと驚くような訓練教材について掘り下げていこうと思います。意外な事実も出てきますよ。もし今回の内容を楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。では早速日本軍の地雷から見ていきましょうか。1944年の米軍マニュアルを見ると、日本軍本当にいろいろな種類の地雷を使っていたんですね。そうなんですよ。例えば93式対戦車地雷、これはパンケーキなんて呼ばれたりもしたとか。その平べったい形からですね。これは対戦車地雷だけど対人としても使われた？そうなんです。もともとは対戦車用なんですが、実は日本軍って当時正式な対人地雷があまりなかったんですね。あ、そうなんですか。はい。それでこの93式地雷の信管、つまり起爆装置の感度を調整して、人が踏んだくらいの圧力でも爆発するようにして対人用に転用していたようです。なるほど。他には99式波光爆雷、これは磁石がついてるんです。戦車にペタッと。そうですね。兵士が近づいて直接貼り付けるというかなりの近接戦闘用ですね。あとは3式地雷、これ本体が陶器っていうのがすごく特徴的ですね。非金属製地雷ですね。信管もベークライト、初期のプラスチックみたいなものです。金属探知機で見つけにくくするという狙いがあったと考えられますね。あと細長い棒状地雷、これはどういうものですか？はい、長さがだいたい90センチくらい、信管3つと爆薬ブロック6つで構成して、戦車のキャタピラの下なんかに設置するんですね。実際に効果はあったんですか？サイパンでの実験記録があって、それによると軽戦車の底を貫いて内部に破片をまき散らす、そういう効果が確認されたと。海岸で使われるアンティボートマインなんていうのも、角がついてるやつですね。はいはい、上陸用舟艇なんかを狙って浅瀬に設置するものです。ふむふむ。その角、突起に触れるとドカンと。タラワとかペリリューの記録にも出てきますね。なるほど。地雷だけでもいろいろありますね。ただ注目すべきはその正式な地雷だけじゃないってことなんです。日本軍は手元にあるものも何でも利用して罠を作っていたという感じですね。何でもですか？例えばごく普通の手榴弾です。97式手榴弾とか、これを地面に隠して紐を引っ張ると爆発するようにしたり、うわあとはドアノブに引っ掛けておいたりとか、それから露覚した外国製の手榴弾、ビルマ戦線ではイギリス製のものが使われたなんていう記録もありますね。露覚品まで。でもそれだけじゃなくてですね、おそらく一番警戒されたのは日用品を使ったブービートラップでしょうね。日用品ですか？はい、例えば空き瓶とか缶詰、パラソル、万年筆、マッチ箱なんていうものまで。万年筆やマッチ箱にまで。さらには蓄音機とか、一見すると全く無害に見えるものに爆薬が仕掛けられていることがあったんです。これは資源不足の中での苦肉の策という側面もあったんでしょうけど、同時に兵士にとっては日常のあらゆるものが脅威になりうるっていう、これは心理的にも相当なプレッシャーだったはずですよね。これだけ多様でしかも巧妙な罠が待ち構えているとなると、アメリカ軍の方は兵士の訓練が急務になりますよね。そこで開発されたのが訓練教材セット、ジャパニーズマイントレーニングエイドセットナンバー2が出てくるわけですね。非常に精巧な模擬訓練用の教材セットなんです。でこれを製造したのが、これがまた意外なんですけど、コネチカット州にあったおもちゃメーカー AC ギルバトカンパニーだったんですよ。おもちゃメーカーがですか？それは本当に驚きですね。そうなんです。でこの訓練セットには93式地雷とか99式波光爆雷、3式地雷、棒状地雷、それから97式手榴弾の安全な模型が入っていて、兵士はこれを使って解除方法なんかを学んだわけです。模型は内部の構造は簡略化されてましたけど、外観とか基本的な作動ギミックなんかは忠実に再現されていたようです。複雑な分解技術を教えるというよりは、まず見てわかること、そして基本的な安全確保、
これが重視されたんですね。それでこの教材の生産背景を見るとかなり切迫した様子が伺えますね。まさにそうなんです。この訓練セットの開発依頼が出たのが1945年の2月で、正式な発注が6月。契約数はなんと1万6000セットです。1万6000。そして生産されたのが6月の下旬から8月の初旬というわずか1ヶ月強の期間なんです。ほんの一月余りで。これはもう明らかに目前に迫っていた日本本土上陸作戦、これに備えて兵士の損耗を少しでも減らすための緊急措置だったわけですね。なるほど。記録上最初に配布されたのは529セットとされていますが、最終的には数千セット規模で生産された可能性が高いと考えられています。興味深いのは、このセットとは別に棒状地雷とか三式地雷の模型は演習目的で先行して数千個単位で大量生産されていたという話もあるんです。いかに米軍が警戒していたかが分かりますね。本当に本土決戦への覚悟が伝わってきます。今回の探究が面白かった、参考になったと感じていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の探究でお会いしましょう。